はい、皆さんこんにちは。ゆうきです。今日はずれないエフェクターボードの作り方というところで、エフェクターがずらさない方法っていうのをいくつか紹介します。最後には自分がこれが一番いいなと思っている方法がありますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。僕のチャンネルではこうやってね、エフェクターボードの話だったり、ギターの話だったり、エフェクターの話を取り扱ってますので、ぜひこのタイミングでね、ポチッとチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ということで、行ってみましょう。エフェクターボードをしっかり組んで綺麗にできた。よし、すごく綺麗に並んだ。これは完璧な配線だ。もう美しい配線だ。みたいなものを作ったとしても、使う時にバラバラになってたり、ずれてたりすると、すごく嫌ですよ。もうその気持ちめっちゃわかります。自分もよくなりましたし、これについてはもうすごく悩んできた問題です。こうやって電車乗ったり、自転車乗ったり、歩いてでもいいですけど、これでスタジオに行くじゃないですか。ついて開けたらバラバラでぐちゃぐちゃで、もう配線もぐちゃぐちゃで、なんならエフェクターにたくさん傷がつくとか、一番嫌なのが配線にダメージがいって、いざという時に音が出ない、どっかが断線しちゃってる。これが最悪です。最悪なんですけど、エフェクターをちゃんと固定してぐちゃぐちゃにならない状態にしておかないと、これは結構なるリスクがあるので注意してください。まず一つ目は、一番オーソドックスな方法、マジックテープ。僕もエフェクターはマジックテープで留めるものだと、昔は思っておりました。マジックテープがこうやってテープになってるね、エフェクターボードに貼り付けてっていうシールみたいなのが売ってるので、それを押すとメスがありますよね。そのエフェクターボード側に貼るマジックテープと、エフェクター側に貼るマジックテープをちゃんと貼って、ペタッと貼り付ける。これはやりやすくて非常にオーソドックスな方法なんですけど、僕はこれの嫌なところっていうのは、結構落ちるっていうところと、両面テープで貼り付けるので、エフェクターがベタベタになる。剥がした時にベタベタになる。なんなら、ボスだったりは、凹凸があったり、シールがあったりするので、ちゃんと貼れなかったりするんですね。で、ちゃんと貼れない上に、これ貼ったら、のシールとかがもうベタベタになるのがもうめっちゃ嫌でした。で、落ちるっていうのはどういうことかというと、例えば、これ今、汚くて申し訳ないんですが、ペダルトレインジュニアっていう、スノコ型のボードですね。これにマジックテープ貼ってるんですけど、こうやってピタッと、結構しっかりつくんですね。しっかりつけると、しっかりつくんでいいんですけど、こうね、ブラブラと結構激しめに、あとカートとか乗せてるとガタ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 になるじゃないですか。その細かな振動で、開けてみたらもうポロッと落ちてるってことがたまにあるんで、その辺もどうなのかなっていう思ってるところです。でもやりやすい方法ではあるので悪くはないかなと思います。オーソドックスな方法ということでね、マジックテープでも全然悪くないと思います。ただこういうね、フェルトっぽくなってるボードの裏側と内側、ここにペタってくっつくんですけど、これも結構な割合で落ちますので、はい、ご注意ください。続いて、両面テープ。両面テープがどういうことかというと、今はもうそうやってるやつがないんでお見せはできないんですけど、例えば、エフェクターとエフェクターボードを両面テープでベタッともうくっつけてしまう方法です。例えば、昔こういう動画で紹介したアルモアのケースとかって FRP の硬い系の樹脂ですね、ツルツルしたボードの面なんですよ。でそこにそれとこれをひっつけるためにエフェクターに結構強力なタイプの両面テープ、僕は100均のものを使ってたりしましたけど、こうベタッベタってつけてガチャンとつけるで、もう直接貼っちゃうって感じですね。簡単に取り付けれるのと、結構剥がれないのでいい感じだと思います。ただこれも僕は嫌なところがあって、さっきと同様にエフェクターが汚れるっていうことと、もう一つはエフェクターボードも汚れる。ずっとつけてる時はいいんですけど、剥がしてじゃあ変えてレイアウトを変えてってする時にそのベタベタが結構残るんですよ。そのベタベタが残るので、そこにじゃあ養生テープありますよね。養生テープをエフェクターに貼って、じゃあその上につけてみたいなことをしたりするんですけど、そしたら結局養生テープが剥がれてくるみたいなこともあるんで、どうしようかなと思ってました。あとはもう一つ、ツルツルしたところにしかつけれないので、前の、こっちの動画ではこういうベルト時の下地のケースに木の板みたいな方を貼ってたんですね。ツルツルした面の化粧板っていうんですけど、ツルツルした面が貼り合わせてるベニヤの板を敷いてたんです、わざわざ。でそこにベタッと直接糊で貼ったりしてましたね。もう一つの欠点としては、糊なんで夏場すっごい暑い夏場に運んだりすると、これが全部ねビリビリビリって剥がれちゃうんですよ。それは両面テープでもマジックテープを貼る時でも同じなんですけど、そういう面でその粘着があんま信用できないなっていうところが個人的にはあります。でもいいところとしてはすごいお手軽、ピッて貼ってペッて貼れるんで、つけるときはお手軽なんでいいかなと思います。レイアウト変えるときに汚れとか気にしないんだったらお手軽でいいかなと思います。次に、金具止めですね。
金具留め、こういう感じで昔は金具で留めてたこともあります。これは何かっていうと、ホームセンターとかでこういった金具を買ってくるんですね。その金具をエフェクターにあるこういうネジにつけて L 字にして上からビスで留めるという方法をやってました。これはね、結構ほぼほぼ動かないんでめっちゃいいです。固定するには。ボスだったらここに4つネジがあるんですよ。こういうのを使って枝な金具を持ってきて、でもう一つこうペタッとネジで留めるとかですね。ベムラムとかこういうエフェクターだったらここ横についているので L 字の金具を取り付けます。ズームのマルチストンプとかだったら、ボスと同じようなところについているので、これでつけます。エフェクターボードにネジ止めしてあります。これの欠点というかいまいちだなと思ったところが、ちょっとめんどくさいんですね。結構大変。金具を買ってきて、じゃあ1個止めるのに金具が4つ必要、ネジ4つ必要っていうのがあって結構めんどくさい。っていうのもネジ外して通してビスで止めてみたいな感じで、もう固定して動かさない人だったらそれで全然いいんだけど、レイアウトを頻繁に変えたいという人にはちょっとおすすめできないなとか、結構めんどくさいなっていうか、まめな人はいいかもしれないですけどね、僕は合わなかったですね。で、ビスで止めるためにこの動画でも紹介してるんですけど、ここにネジで止めなくちゃダメなんですよ。ネジで止めて別に後ろに貫通しないんだったらいいんですけど、だいたいこれ結構薄いんで、ここの上に板を置いて、でその板にビス止めをするとかやってましたね。で、こういう FRP さっき言ったみたいなこの動画で紹介しているアルモアとかだったら、そこにビス打ちゃいいんですけど、穴が一生残っちゃうので、それもそれで微妙だなっていうところではありました。と、もう一つ、エフェクターにすごく傷がつきます。もちろんね、金具なんで、こう止めると結構、これ実際やってたやつなんですけど、金具止め。ちっちゃい傷がちょっとついてますよね。この辺が傷ついてます。で、こうやって塗装が剥げたりするんで、ちょっと嫌だなって思ってやめちゃいました。ただ、固定っていう意味ではもうすごくめっちゃ強いので、ネジで止めちゃってるんで、バッチリ落ちることは、まずないかなと思います。次にですね、僕が一番推したい方法ですね。干渉ウレタンを引いて、止めちゃう方法。干渉ウレタンをエフェクターの蓋につけて、もう挟み込んで動かないようにしちゃう方法。これが一番今僕がいろいろやってきた中で落ち着いた方法です。それがどういうことかというと、梱包とか、なんかの干渉材です。運ぶ時に傷がつかないようにするようなもので、こういう干渉材のウレタンがありますよね。あとは防音効果、壁とかに貼って自分の声が反響しないように、その反響対策として使ってる人もいますよね。こういうスポンジが、ホームセンターなり、Amazon でも売ってますし、こういうのを買って自分の使いたい大きさに切って、厚みがあるのでカッターで切るの結構大変なんで、その辺はちょっと気合い入れて切ってください。で、こういうものを使いたいエフェクターケースの形に切って、もちろんサイズ測ってくださいね、ちゃんと。切って内側二側に詰め込みます。でこれが今どうなってるかというと、こうやってベローンって剥がれるんです。別に何も接着もしてないです。接着しなくて、このウレタンの材料を押し込むんですね。こうやってピュッ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 と。これで完成です。で結構軽いんでね、それもいいところですね。そしてですね、こうやって落ちますよね。落ちるのをこう置いて、ギュッと挟んで締めます。これで終わりです。今どうなってるかというと、挟み込まれてるスポンジなんで、こうギュッてなりますよね。もうギュッてなりますよね。押し込まれてここで固定されてるわけです。もう動かないですね。逆さまにしても横にしても入れても中で動かない状態になります。でもちろんこうやって無事です。柔らかい素材なんでエフェクターには傷はもう基本的にはつきません。もう擦り傷みたいなのはつくかもしれないけど、でも中で動くこともないんで、結構綺麗にエフェクターを傷つけずに止めれるんじゃないかなと思います。これ非常にいいんですけど、注意としてはこの高さは注意してください。例えばこのウレタンの厚みですね、厚みが薄すぎる場合っていうのは隙間ができがちなので、そうするとずれる可能性っていうのがありますよね。なので注意して厚みを選ぶっていうのがいいかなと思います。選び方としては、こいつ厚みに合わせてこれぐらいでいけるかなっていうのを試してみるしかないんですけど、この厚みから考えてあまり出過ぎないようなものがいいんじゃないかなと思います。ウレタンで柔らかいものなんで厚みが少ないと動くんですけど、厚みがある分にはある程度はこうギュッとこう収縮してくれるので入るかなと思いますけど、でもそれも厚みがありすぎると蓋が閉まらないというかこともありますので、その辺はご注意ください。こういうものも入れてましたね。ボスのツインペダル系ですね。 VE20 なんですけど、こういうちょっと大きいものでもじゃあ止めて、結構これ締めるときに抵抗があるんですけど、抵抗があるってことはスポンジがギュッてなってくれてる証拠なので、これで全く
シェイクしても動かないです。なので僕はこれの方法が今は一番いいかなって思ってます。配置もですね、簡単に変えれますよね、これで。例えば、今ちょっと配線なしでやりますけど、位置を固定するためにチェックテープが付けたものがあってもいいかなとは思います。こう、ピョンって付けます。これも付けます。で、こいつはマジックテープが付いてないので、置きます。この辺をじゃあどこに入れようかなと決めて置きます。これアダプターも入れときましょうか。じゃあこんな感じでちょっと蓋をしますね。じゃあちゃんと、これもちょっと抵抗がありますけど、バッチリ閉まります。はい。これでもう OK です。あんだけ、エフェクターが近いんで、ずれたらもう一つに傷がついちゃいますよね。でも、はい、こうやって中で動いてる気配はありません。はい、バッチリ動いてないです。こんな感じで固定がしっかりできて、作りやすい。もうこれを1個作ってしまえばもうおしまいなので、やりやすい。導入が簡単っていうところと、あとは僕が一番大事だなと思ってるのが、もう組み替えが簡単ってことですね。組み替えがやっぱりどうしても、一回固定しちゃったってなると、変えるのが億劫になるんですよね。そうすると、いろいろエフェクター試したいのに、もうこれでいいや、もう今日もこれでいいやってなっちゃったりするので、簡単に組み替えて、じゃあ今日はこれとこれとこれ、じゃあこれを使ってみよう、じゃあこれをここに入れてみようっていうことが容易にできるので、そういう面ではこの方法はとてもいいかなと思います。もちろんデメリットもなくはないです。こういうノブですね。ノブがこう押し当てられることによって、ちょっと動きます。押し当てるんで、ノブがこうキュッて、回っちゃったりします。突起のついてるタイプ、こう上にピュッて出てるタイプのノブだったら余計にそうですね。こういうデジタルのもので電源入れて回すものとかはもちろん変わらないですし、こういう形、この突起がなくてこの円柱型のものとかは回りにくいです。あとはボス系ですよね。こういうのも、こういうのも、動くっちゃ動きますけど、こういう形のものよりかは回りにくいです。こういうスポンジの突起がエフェクターのつまみを押し当てるので、やっぱりどうしても動きますので、その辺はご注意ください。はい。もちろん回っても大丈夫なように、基本となる位置を、印をつけておく。手作りしたんで、ここから動かしませんっていう時は、そこにテープを貼っちゃう。こんな感じですね。そこにテープを貼っちゃう。っていうのもありかなと思います。はい、で、これが僕が一番、推したい方法ですね。とても使いやすいし、導入も簡単なので、ぜひ試してみてください。で、このスポンジ、ウレタンのスポンジに関しては、こんなの使えるんじゃないでしょうかっていうのを、Amazon のリンクをですね、下に貼ってますので、概要欄のリンクから見ていただいた上で、ちゃんと蓋側のこの厚みを見て、適切なというか、いい感じのちょうどぐらいのを購入して試してみてください。で、あと番外編として、この動画でツッキーさん、夜の後の敷山さんっていう方がですね、やってた方法、練り消しですね。100均とか、あとは画材屋に練り消しってわかります？練り消し。絵とかでデッサンする人が消しゴムで使う、その練り消しじゃなくて、美術展とかでキャプションって言って、こう、タイトルのスチレンボードで作ったタイトルとか展覧会とかで大きなパネル、スチレンボードのパネルとかをペタッと貼るための練り消しみたいなのがあるんですよ。杉山さんは100均で買ったって言ってましたけど、こういうのが100均だったり画材屋に行ったらあるんで、それをエフェクターの四隅にですねピュッピュッと貼り付けて、固定するっていう方法もあるみたいです。僕はやったことないんですけど、組み替えやすくていいんじゃないかなと思います。どんだけずれないかっていうのはちょっとやってみないと分かんないんですけど、こういう方法もあります。という感じでいかがだったでしょうか。僕がいろいろ試した中でやっぱ一番いいなと思うのは、こういうスポンジですね。干渉ウレタンを敷き詰める方法です。やっぱりエフェクターボードをいろいろ組みたいけど、いらないところでストレスを感じたくないじゃないですか。ベタベタになるから嫌とか、傷がつくから嫌とか、組み替えるのがめんどくさいから嫌とか、そうなっちゃうとすごくもったいないので、今エフェクターボードが好きで組んでる皆さんには、こういう方法、知ってる方もいると思うんですけど、試していただいて、この良さを感じてもらえたらなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はエフェクターとかエフェクターボードの紹介じゃなくて、エフェクターボードを止める方法ということで、マジックテープで止める方法、両面テープで止める方法、金具で止める方法、そしてこの干渉ウレタンで止める方法、そしてですね、番外編として、夜の後のツッキーさんがやってたみたいな練り消しみたいなので、固定する方法っていうのを紹介しました。結論としては僕はこれが一番おすすめですよということになります。ということでこれからも皆さんね、エフェクターボード楽しくて綺麗なかっこいいボードを組んでいただいて、ストレスなくギターを楽しんでいきましょう。という感じでね、エフェクターボードの話、ギターの話、機材の話だったり、いろいろ僕のチャンネルではやってますので、今後ともぜひチャンネル登録をしていただいて、またご覧になっていただければとても嬉しいです。ということで、ありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。